皆さん改めましてこんにちは。素晴らしい天候となりましたドカディデー2025、お楽しみいただいておりますでしょうか。ちょっと思った以上の気温でね、かなり汗かいてる方も多いと思うんですけれども、水分補給しっかりしてお楽しみください。さあ続いてこちらのステージではこちらニューパニガーレ V4V2 トークショーをお届けしてまいります。なんと日本でこの2台を乗っているのは2人だけ。それではですね、その2人のスペシャルゲストをご紹介いたしましょう。まずは WGP ワールドチャンピオン原田哲也さん、そしてモータージャーナリストの小川勉さん、どうぞお入りください。はい、よろしくお願いします。それではまずは原田さんからお集まりのファンの皆様に一言お願いします。はい、皆様お集まりいただきありがとうございます。今日はちょっと暑すぎるというか暑いので熱中症に気をつけて今日一日楽しんでください。はい、はい、よろしくお願いします。続いて小川さんお願いします。はい、モーターサイクルジャーナリストの小川です。今日ねドカティを一日中楽しめる日だと思いますので、皆さん楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあそれではですね、早速このドカティのレース部門直系のスーパースポーツ、その魅力に触れていきたいと思うんですけれども、まずはですね、ただいまモビリティリゾートモテギで行われております全日本ロードレース選手権の最高峰 JSB1000 クラス、見事パニガーレがトップタイムです。イエイイエイ。水野亮選手、昨日までの、ね、テストトップタイムでしたね。亮はモテギが得意だし、はい、ドカティ自体もねそうですね勝ってるので、はい、データ上がるので早いでしょうね。そうですね、はい、ぜひですね、今日予選とレース1がありますので、パニガーレそしてドカティチーム加賀山の活躍も注目してください。さあまずはですね、こちら今ビジョンに映し出されていますのは、これ海外試乗会の様子でしたけれども、 V4V2 の海外試乗会、原田さんいかがでしたか。そうですね、これはね V2 かな、はい、先月スペインでやったんですけど、この V2 めちゃめちゃ良かったです。 V2 はめちゃくちゃ良かった。はい、はい、まずはね V4 のお話をちょっとお伺いしていこうかなと思うんですけれども、はい、V4 はどちらで乗られた感じですか。 V4 も先週乗ってました。お、そうなんですね。タイの方で、はい、で、年末に、袖ヶ浦っていうこの近くのサーキットに行ったんですけど、はい、その時ちょっと寒すぎて条件があまり良くなくて、はい、で今回あったかいとこで乗らせてもらったんですけど、はい、第6世代第7世代両方乗ったんですけど、はい、やはり第7世代新型は、間違いなくいいですね。はい、今までもやはりパニガーレ、ね、当然フラッグシップマシンとして大きな評価を得ていたわけですけれども、さらに良くなった。本当に乗りやすいです。第6世代だとちょっとコーナー入った時に、こうギャップとか食らった時にそのキックバックが結構クイックに動いてたんですけど、はい、そういうのがすごくいなされてて、自分の思ったラインを通りやすいですね。はいはい、割とこうステアリングの反応がシビアにそうですね、すごくクイックな感じ、もうまさにおっしゃる通りシビアで、はい、こうなかなか気を抜けないっていう感じだったんですけど、新しいのこう割とこう気を抜けるというか、はい、少しミスっても許してくれる感じですね。嬉しいですね。はい、なんか結構そのスポーツ性能がドンって上がったっていう部分もそうなんですけれども、ちょっとその許容の幅っていうのが広がったっていう感じなんですね。そうですね、前のやつは割とこう本当に気合い入れていかないとなかなか乗りこなせなかったのが、はい、今回のは多分DRE、そのタイの DRE のところ、日本からも結構お客様来られてて、はい、乗った瞬間にも全然いいっていうのが反応でしたので、各国、いろんなところからこうお客さん来られてたんですけど、はい、やはり皆さん総じて笑顔でしたね。それくらいポジティブな感触ということだったんですけれども、小川さんどうなんですかね、そのスペック的に言うと、はい、こういう部分が進化したよとか、こういう部分がその数字的に上がったんだよっていうのを教えてもらっていいですか。今モニターにストリップの写真出てるんですけど、はい、やっぱりそのフロントフレームと呼ばれるフレーム部分と、はい、今回両持ちになったスイングアームの横方向の、剛性をものすごく落としてますよね。落としてるんですね。はい、はい、でそれがやっぱりフレキシブルな反応を出すような感じになってます。はい、普通で考えるとその剛性を落とす、しかも数字的にはかなり大きく、はい、でさらには今までのこのパニガーレのいわゆる象徴的な一つのアイテムだった肩持ちのスインガーもやめた、っていうことってかなり大きいですよね。かなり大きいですね。やっぱりエンジニアの話を聞くと、はい、そのブレーキをかけてる時とか、やっぱり車体に負荷がかかってる時に、サスペンションが仕事をしない領域で、はい、フロントフレームとか、スインガーに仕事をさせると、はい、それをグリップにつなげてると、そういう話はしてましたね。
最大馬力が216馬力ということで、もう市販のスーパースポーツとしてとんでもない領域に突入してきたなっていうことが思いますけれども、原田さん、エンジンの方はいかがでしたか？そうですね、先週ね、今言いましたけど、やっぱり300キロぐらい出るので、かなり強烈です。エンジンは強烈です。エンジンは強烈なんですね。でも本当にもう一世代前のは、エンジンも強烈でしたけど、車体もさっき言ったようにちょっと手強かったので、怖いなっていうイメージがあったんですけど、新しい世代のはその辺がすごく緩和されてるので、乗っててね、楽しいんですよ、すごく。楽しめる余裕ができるってことなんですね。そうですね、本当にミスを許してくれるので、すごく楽しいですね。フレーム形状もね、今この映像に出てますけども、小川さん、強烈ですよね。40% 合成を落としてるんですよ、前のモデルから。やっぱそういう大胆なね、なんかそのものづくりができるのかどうかっていうのは思います。40% っていうと、約言い過ぎだと思いますけど、半分なわけじゃないですか。そうですね。ちょっとすごいことですよね。実際に現場で物とか持ったんですけど、僕もさっきこれ V2 のフレームなんですけど、もう片手で持てる。そうですよね。そういう軽さなんで、それが200馬力以上を支えてるっていうのはすごいなと思います。今打ち出されていますけれども、さまざまなその電子制御の部分においても相当アップデートがされてるってことですね。そうですね。やっぱり制御がものすごく熟成していて、原さんブレーキすごかったですよね。今回の新しいのはフロントブレーキかけるとリアもかかってくれるんですよ、勝手に。で、実際にバニャイア、ペトルッチが本国でテストしたらしいんですけど、こう勝手にかかってくれるモードがあるんですけど、そのモードが彼らがやってるのにすごく近いっていう評価を得て、実際、彼らもそれを選んでこう走って楽しんでたみたいですよ。じゃあ今までこうね、それこそ WGP でチャンピオンを取った原田さんをでもしっかりとそのレーシングスピードで使えるそういうブレーキの介入システムのレベルってことなんですね。今回もそのシステムを使って走ってたんですけど、要は勝手にリアがかかってくれるんで、加速の時も開けやすいんですよね。なるほど。タッチした時、アクセルタッチした時がすごく開けやすいので、通常であるとフロントに乗りすぎちゃってリアにこう荷重が残ってない状態から開けるとやっぱ滑りやすいじゃないですか。そこをもう勝手にかけてくれるので少しこう下がってるんですよ。なのでそのトラクションかけやすい、一発目のトラクションがめちゃめちゃかけやすいのでバイクも安定します。なのでそのコーナーの中でこう自由も利く、フロント荷重になりすぎてないので、今までそのトップライダーたちが自分でやっていたことをほぼこのパニガーレは自分でバイクの方がやってくれるので、そこはありがたいですよね。それでフロントブレーキを離してもリアは効いてるっていう状態を作るんです。めちゃくちゃ頭いいですね。そのさっき言った開けるところは効いてくれてるので、開けてからも多分少し効いてるような、若干の介入があるわけですね。の方がやっぱりリアが下がってるんで、トラクション分かりやすいんですよね。だからすごいその辺をこうサポートしてくれるので、楽しく安全に乗れると思います。原田さんがそこまでおっしゃられるってことは、そういったその介入による違和感っていうのもないんですよね。全くないですね。すごい、全くないんですね。本当に自然にやってくれて、さっき言ったもうその1個前の世代よりは全然乗りやすいです。じゃあもう明らかに進化をしているそんな V4 なんですけれども、今回ちょっと私的に気になるのが、その V4 は当然フラッグシップマシンとしてものすごい究極の進化を遂げているのは分かるんですけれども、 V2 がその馬力が下がったりしたじゃないですか。なんかちょっと V2 どうなんだろう、なんか馬力も落ちて、なんかどういう位置づけなのかなっていうのがちょっと気になってはいるんで、ちょっと V2 のことをいろいろお聞きしていきたいんですけれども、V2 原田さん率直にいかがでしたでしょうか？めっちゃいいです。僕V4、V2 どっちが好きかって言ったら V2 の方が好きです。本当ですか？馬力が落ちているのにですか？やっぱり V4 だと我々でもなかなかこう全開にできないので、ちょっと乗っててストレス溜まっちゃうなっていう感じなんですけど、V2 はまずエンジンの馬力下がってるんですけど、何がいいってめっちゃ軽くなってるんですよ。そうですよね。ものすごい車両重量って相当軽いですよね。そうですね。17キロ、前のモデルから17キロ軽くなっていて、エンジン単体が 9.5 キロ軽くなってます。強烈ですね。でも駐車場にねありますけどね。で乗り味が僕いろいろ仕事上いろんなバイク乗るじゃないですか。乗った感じ4サイクル250の4気筒ぐらいな感
感じです。そんな軽いんですか？めちゃめちゃ軽いです。もうひらひら動きます。はいはいはい。なのでやっぱり僕軽いバイクが好きなので、やっぱりサーキットは軽さが武器だと思ってるので、はい、でそこにそのエンジンは下がってるんですけど、でもバチンってこう開けられる楽しさがあるので、なるほど、ちゃんと使えるパワーなんですね。制御もなかなか介入してこないんですよね。そうなんですね。たまたま僕らね、このさっき一番最初に見てもらった写真の時はスリックタイヤつけてたので、特にリアのグリップが勝ってるので、バチンって上げられるんで、それはもう乗ってて気持ちいいですね。今実際に写真出てます通り、ちょっと気になるのはやっぱりこの強烈なメインフレームというか、ネックフレームであるんですけど、フレームがありますね。どうなんですか、このフレームっていうのは。やっぱりドカティの車体作りのうまさみたいなところがすごいあって、そもそも V ツインって幅が狭いじゃないですか。そうですね。それよりも幅が狭いフレームを使って、もちろん重量的な軽さもそうなんですけど、車体作りでもハンドリングの軽さをちゃんと出してるっていうのがやっぱドカティの特徴かなと思います。さっきおっしゃられた通り、そのフレームは片手で本当に持ってるレベル軽いですよね。多分めちゃくちゃ軽いですよね。3-4キロだと思います。実際にその馬力を抑えたり、あとそのフレームを 40% その合成を落として、で車両重量を軽くすることで、その原田さんでも本当に気持ちよく楽しめる仕様に変わったってことなんですね。走ってて速くは感じないんですよ、バイクは。でもやっぱりめちゃめちゃコースで230以上出てましたね。メーター読みでメーター読みで十分すぎる。いやもう十分速いんですよ。だけど本当にもうよく止まるし、よく曲がるし、なんか今までのその僕のドカティのイメージってブレーキして入っていくとバイク起きちゃうイメージがあったんだけど、今回のブレーキしていくともう勝手にノーズが入ってくれるので、前からこうグーッとコーナーに刺さっていく感じなんですね。逆に小川君なんか最初それがなかなか最初できなくて、でこう乗るといいよっていう話をしたらもうすぐやって、すぐポーンってタイムが上がって、なんかそういうそのテクニックのなんかチャレンジみたいなのもものすごいやりやすかったです。なんかちょっとしたそのリスクを負わなきゃいけないものってあるじゃないですか。それが全然ない。全然ないですね。逆にその方が気持ちよく走ります。こんなに曲がるんだっていうくらい曲がるんで、その旋回が気持ちいいとか素直っていうのはめちゃくちゃいいことですよね。いやそうですよね。だから僕今もレースやってないんで、気持ちよくそこそこの自分のペースで走れるのがやっぱり一番楽しいじゃないですか。だからそういう風に走っていくと、V2 楽しいなっていう感じですよね。やっぱりそういうとっつきやすさとか乗りやすさもあって、実際に今 MotoGP ライダーたちもね、トレーニングにこの V2 を使ってたりするわけですもんね、今ね。マルケス、バニャイアはそうですね、そのマシンが練習機を持ってるっていう話ですよね。で実際ドカティのテストライダーが両方向乗ってその30馬力落ちたやつ、でも今回の新型のがコンマ数秒速いって言うんですよね。そうですね。パニガレ V2 の前のモデルと新しいモデルを乗り比べると、本当に数秒しか違わないっていう。そうなんですね。馬力が落ちててもラップタイムはちょっと速い。じゃあやっぱりその、それこそ今日聞いていただいている皆さんはすごく多分貴重なお話を聞いていただいていると思うんですけども、必ずしもそのカタログスペックだけじゃ分かんないものがたくさんあるってことですね。そうですね。で僕プラススポーツ仕様、サーキット仕様っていうのも乗らせてもらって、それが6馬力ぐらい上がってるんですけど、それもまた良かったですね。あとエンジンが3000回転でトルクの 80% 出てるので、そんなに低い回転数で。そうなんですよ。だからすごい乗りやすいんですよ。じゃあこう割とねスーパースポーツの種類のバイクっていうと、どうしてもこうある程度キビキビ走んないと疲れるみたいなところがあっても、そういうのも割とないんですね。ないですね。だから逆に言えばツーリングの方が面白いかもしれないですね。それはちょっと魅力ですね。まだその僕は日本でサーキットでしか乗ってないのであれですけど、ちょっと日本とかでねツーリングで使えたらまたインプレしたいなと思いますけど。ありがとうございます。で、ちょっとね、そういうその MotoGP とかワールドスーパーバイクとかからそのいろんなノウハウが落とし込まれて、こういう素晴らしい V2、V4 が新型になってると思うんですけれども、今世界中のロードバイクで最も速いっていうのはドカティになるわけじゃないですか。MotoGP はほぼ上位ドカティで、ワールドスポーツだってマシンで比較すると多分ドカティすごくいいと思うんですよね。あれって原田さんから見て、なんで今こんなにドカティが GP で調子がいいというか速いんだろうっていうのは。ね、自
ジダリーナっていうエンジニアが来て、ジジが来てからも結構かかりましたよね、ここに来るまで。そうですね。なんで、その前は日本がずっとこうね、あれしましたけど、やっぱりその日本メーカーと違う開発の仕方っていうのをしてるので、やっぱそこが一つの魅力なのかなっていうのがありますよね。その大学に、空力を頼んだりとか、本当にもう自分たちじゃなくていろんなところにこう仕事を振ってやってもらったりとかしてるので、日本だとそういうのはあんまりないじゃないですか。そうですね。だからその仕事の仕方も違うし、ものをMotoGP ここにあるとしたら、そのアプローチの仕方がまた日本と違うので、こういう方向性もあるんだなっていうふうに思い知らされる時もありますよね。割とね、その最新の今 MotoGP でいろいろ合うその最新の技術って大体ドカティが始めてるものが多いですよね。そうなんですよね。で MotoGP とか見に行っても、そのジジダリーナとかエンジニア、もともと僕の走ってる時のエンジニアだったんで、結構いろんなものをこう導入する前に見せてくれたりっていうのがあるので、そういうのは楽しいですよね。でもこんなことやってるんだっていうのを話聞いてると、まだまだネタ持ってんだねっていうのはありますよね。なるほど、この先々がまだ全然あるってことなんですね。小川さんはどう思われますか、今 GP そしてワールドスーパーバイクね見て、ドカティっていうのは。そうですね、僕去年本国行って結構いろいろ聞いたんですけど、やっぱり我々はそのレオナルド・ダ・ヴィンチになんなきゃいけないと、要は今あるものを良くするんじゃなくて、新しいものを発明して、自分たちが何かを作り出すっていうのをものすごい意識してて、でそういう連携のドカティコルセとか市販車部門があって、そこを、こういうフレームとかどうやったら思いつくのって話をしたんですよ。ちょっとこれはね、なかなかですよね。思いつかないじゃないですか普通。でそれを聞いたらやっぱりそういうシミュレーションもすごいあるし、シミュレーション試作製品っていうところの数値をものを作るたびにそこの誤差をなくしていくんだっていう話をずっとしてましたね。だから本当に発明しなきゃいけないっていうのは彼らすごい意識してると思います。まさにね、その発明の部分っていうのはこの市販のパニガーレや他のモデルを見ても感じることができる、そうですね、ドカティのオリジナリティの部分ですよね。いや本当にですね、そのバックヤードでもね、先ほど原田さんと小川さんとお話をしていたんですけれども、パニガーレの話はちょっとね尽きないレベルでいろいろなですね素晴らしい魅力があるんですけれども、ちょっとお時間も迫ってまいりましたので、最後にですねお二人からこのパニガーレ新型の魅力、おすすめポイント一つ、まず原田さんからお願いします。そうですね、僕は V4 はもう最新の制御が入ってて、楽しめます。V2 はその先ほども言いましたけど軽さ、でその扱えるパワーっていうところで言うと、もう本当に走りを楽しめるバイクなのかなと思いますね。小川さんいかがでしょうか。そうですね、僕 V4 と V2 両方海外の試乗会行ったんですけど、V4 はもう終わる頃みんな疲れ果ててるんです。もう足腰立たないぐらい疲れ果ててるんですよ。全力で。そうです。でも V2 は本当に最後までピットにいるみんながみんな笑顔でした。原田さんとも話したんですけど、もう本当にみんな笑顔でしたよね。みんな笑顔でした。楽しい、軽いっていう、そういう表現がね。よそのジャーナリストとこう飛行機がたまたま一緒になって、で話しかけられて、どう思ったって言われて、いやもう軽くて最高でしょっていう。エンジンはって言われて、いやエンジンもあんだけ速きゃ十分でしょって話をして、でもチャンピオンが言うならそうなんだねっていうふうに言われて、でもやっぱりみんなそう楽しいっていうのは言ってましたね、韓国ジャーナリストも。いやそんな本当にね素晴らしい性能を持っているそんなパニガーレをですね、ぜひ皆様もこの後試乗会とかがあった際にはですねガンガン乗っていただきたいと思います。さあそれではですねこの後も大忙しのスケジュールとなっております。改めてご紹介いたしましょう。チャンピオン原田哲也さん、ありがとうございました。そしてモータージャーナリスト小川壮さん、ありがとうございました。暑いんで皆さん熱中症に気をつけて、もう顔赤いですよ。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。